僕、多くのことを結構気にしないし、どうでもいいっていうので、受け入れられるんですけど、たまに、僕、このタイプだと、瞬時に切れるなっていうのがあるんですよ。僕、自分の選択肢とか、自由が制限された時に、ものすごい速さで切れるんですよ。自分でも、こんなに怒るんだって、自分自身に驚くぐらい怒るんですよ。多分ね、なんだろうね。臭い匂いを感じた時に、人は臭ってリアクションするじゃないですか。多分そういう感じの、感情の部分で動くんですよね。基本的には僕、頭で判断して動くタイプなんですけど、僕って自由とか選択肢が制限された時に、それが起きた時の相手を全て敵とみなすんですよ。なので、この敵をいかに排除するかっていうモードで物事を考えるようになるんですよ。だから年取ったおじさんとかで、なんかやたらいろんなところにガチ切れしてる頭のおかしい人っているじゃないですか。あのモードになるんですよ。要は、これを制限するやつは敵だから、この敵に関していかに排除するかっていう、そのモードに切り替わるんですよね。だからそのモードに基本僕ならないんですけど、そういえば、なんか僕自身が制限された時はなるなーっていうところが、たまに思い浮かぶことがあって、そうそう、だからね、猫とかってずっとゴロっとしてるんですけど、猫を押さえつけるとめちゃくちゃ暴れるんですよ。めちゃくちゃ強い力で押さえつけなかったとしても、苦しくないぐらいで押さえつけて動けなくするってやると、猫めちゃくちゃ暴れるんですよ。筋力の全開を使って暴れるんですよ。あの感じ。命の危険があるわけでもないし、別に抑えられたまま、だってさっきまでそこでゴロッと寝てたんだから、そのまま寝てればいいじゃんってなるんだけど、なんか抑えられて動けないってなった瞬間に、めちゃくちゃ本気で暴れるんですよ。あの感じがね、僕、確かに猫っぽいところあります。はい。多分なんか自由に動けないということになった時に、自由にならなければいけないっていう、多分ね、本能に近いんだと思うんですよね。だから犬は首輪をつけられるけど、猫は首輪をつけられないっていうのは、多分本能だと思うんですよ。なんか犬って首輪をつけた時に最初嫌がるんですけど、でもなんかそのうち別に首輪がついた状態で紐で引っ張られてることなければ、別にいいじゃん、首輪ついてても。暑苦しいとかもないから、首輪ぐらい全然いいよっていうのが、割と犬はそうなんですけど、猫って首輪で紐つけると死ぬほど嫌がるじゃないですか。紐がたるんでるんだから、別に行きたいところにそれなりに自由度があるんだから、紐ついてもいいよねっていう風に、犬的な感覚にならないんですよ。で、むしろ犬の場合って首輪に紐つけられると、お散歩行けんじゃん、ラッキーみたいな、なぜか喜んじゃうっていうのがあるんですけど、猫ってもう紐つけようとした途端にもう流血バトルじゃないですか。そこの多分ね、合理的に考えたら、別にもう家の中で閉じ込められて、人間には絶対かなわないんだから、首に紐つけられたとしても、別にいいよねってなるはずなんですけど、ならないんですよ。もう首の骨折ってても、こっから出なきゃいけないんだってなるんですよ。例えば僕ADHD 的なところあるよねとかっていう発達障害的な部分あるよねって話を僕自身してると思うんですけど、一般の定型の人たちって、多分自由が制限されたのは暴れないんですよ。でも僕多分自由が制限された瞬間、上司でも殴るんですよ。もう、これは自分がコントロールできることではなくて、これはもう本能でこれは戦う相手なんだっていうふうに多分決めて、その状況を解決するためには、こいつを殴るとか、こいつを殺すとか、多分そっち側になっちゃうんですよ。僕本当にやばい人なんですよ。皆さんご存知なかったかもしれないんですけど。電車乗るのが嫌なので、2時間近く原付で乗って大学に行くとかっていう、自分の自由が制限されるということのストレスを耐えるということが本能的にできないんですよ。一線を越えない限りは、基本こだわりは全くない人なんですけど、たまに一線を越えられると、マジで僕もわからない何かになるんで、皆さんお気をつけください。これで、発達障害の友達とかがいる人はわかると思うんですよ。いくら説明して説得しても、できるようにならないんですよ。だから前にうちの彼女に怒られたのが、オリエンタルラジオの中田さんのチャンネルに出演するっていうのがあって、で、清掃でお願いしますっていうのがあって、タキシードとか持ってませんと。なので、無理っすっていうのを送って、で、そしたらタキシードを中田さん側で用意するので、
サイズを教えてください。で、身長、首周り、胸囲、腰周りとかを計測して送ってくださいっていうので、で、僕は計測されるのもダメなんですよ。脅威をうちの彼女がこう計測してる間中、ずっと僕腕動かしてるんですよ。動いてはいけない状態で、紐を体に巻きつけられてるっていう状況に耐えられないんですよ。測るときって動いちゃダメじゃないですか。だから動いてはいけません。僕論理でわかるんですよ。だから動いちゃいけないんだな。で、これは測らなきゃいけないんだな。分かってるんですよ。分かってるんですけど、紐巻きつけられて動くなって言われると、なんか体のどっかを動かしてないと、なんかきついんですよ。縛りプレーとかダメですね。はい。バンジーは大丈夫です。バンジーは、別に飛び降りるがやりたいとかだから、飛び降りるがやりたいためだったらいけるんですよ。やりたいが必要なんですよ。で、身体測定は紐を巻きつけないんですよ。身体測定って立った状態で上に頭にドーンってくるだけだから、別にこれぐらいいいんですよ。立ち方のコントロールはされないじゃないですか。後ろ背中つけてくださいとかってこう背中つけて、まあいいんですけど、なんかね、紐で縛られて動いてはいけませんで、それがいつ終わるかわからないっていうのが嫌なんですよね。10秒間縛られてくださいだったら全然大丈夫ですよ。いつ終わるかわからない感じの、いつ終わるかわからないというのは永遠に続くと多分同じじゃないですか。ちょっと今僕言ってた後もおかしいなと思ったんですけど、てい先生っているじゃないですか。保育士をやってるてい先生。で、てい先生が子供にお願いをするときは、何秒とか何分とか必ず時間をつけた方がいい。要するに、そこで待っててって言って、子供が待てない。で、これなぜ待てないかっていうと、秒数言ってないからなんですよ。大人の常識だったら5分ぐらいで帰ってくると思うから5分ぐらいなんで待てないのになるんですけど、5分待ってねって言われたら子供は5分でいいんだって言って5分は待てるんですよ。でも待っててって言われたら永遠に待ってなきゃいけないのっていうので5分っていう想像がつかないから、もうなんかこれ永遠に俺こういうの無理じゃねとか誰か助けてみたいになっちゃうんですよ。だからここが5分待ってねとか30秒待ってねって言うと30秒ひたすら数え出すとか5分数え出すっていうので大丈夫なんですけど、身体測定はこれがこう止まってピピってなったら終わりだって分かってるから全然大丈夫なんですよ。でもなんか脅威測るのとかってなんかゴニョゴニョやって時間があるじゃないですか。だからなんかいつ終わるか分かんないんですよ。はい、すいません。はい。パニック障害ではない。なので、そういうのがあるので、皆さんお気をつけください。胃カメラはね、ゴールがあるからは大丈夫なんですよ。胃カメラってめちゃめちゃ苦しいんですけど、ただこの苦しいのがだんだん進んでいって、止まって、で、そこで撮影がし終わったら、それを抜き出すことができて終わるっていうのが分かってるから、苦しい状況も撮影のために進んでるっていう、前に進んでる感覚があれば大丈夫なんですよ。終わるために一歩ずつ進んでる。例えばじゃあ、階段を1000段登れって言われたら、僕1000段いけるんですよ。それ一歩ずつ減ってるから。999、998、997で減ってるからわかるんだけど、なんかめちゃめちゃ長い階段で、もう頂上、でもそれもいけるな。だからね、エスカレーターみたいなので、ぐるぐる下がってきてるところを、なんか、とりあえず登っといて、いつ終わるかわかんないけど、って言われたら僕ダメなんですよ。ハムスターのぐるぐるダメなんですよ。多分、じゃあ、サンシャイン60でも、スカイツリーでも、階段登れって言われたら登れるんですよ。それは一歩一歩減るから。富士山登れもできるんですよ。一歩一歩減るから。ゴールが見えないと僕ダメなんですよ。ゴールが見えて、やってることに意味があるって分かればいいんですよ。だから胃カメラも、ちょっとずつ入ってるのは気持ち悪いけど、これは、ちょっとずつ入っていくことで気持ち悪いのが終わるんだ。だから我慢して早く終わらせようってなるんですよね。とりあえずがダメなんですよ。これ、ひろゆきの操作法的な話になってると思うんですけど、多分これ ADHD 系の人は多分同じ傾向あると思うんですよ。ホリエモンさんもね、同じ傾向あると思うので、なので、発達障害絡みの人はね、多分僕の話聞いたら、そうだよねっていう風になるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。